始まりました。スプラトゥーン攻略チャンネルスピックスダイナモンと、メロンです。よろしくお願いします。お願いします。今回自分はやっぱ実践編ということでね、俺の X マはい。ッチを見てもらうわけですけど。ナモンさんのジンマイパンは結構見てる方もね、見たことあるって方も多いとは思うんですけど、前回、理論編でいろいろね、強いところとか弱いところとか、強いステージとかルールとか、そういうの話してくれた後で見るものとはやっぱり違いますからね。まあ、じゃあ早速、潜っちゃいましょうか。やっちゃいましょうか、もいやーね。いや、自分で言うのもあれだけど、立場汚いからな。う。でも今回はね、うん僕がなんやかんや言うみたいな感じじゃないので、そうだね。いや、もうコーチングは、まあ、どっかで受けたいね。受けたいんすか？うん。いいでしょ、別に。大丈夫じゃない？大丈夫なの？受けたいけどね。まあ、普通にね、試合終わった後に。いや、今日全然ね、いや、ここあれだったんじゃないって。試合中聞くとね、やっぱ X マッチはあれだから。お、金目鯛ですよ。お、言ってた、金目鯛。まあね、矢倉だとさ、その強ポジが使えてるところがなんか、そこより進まないといけないルールだから、難しくはあるんだけど。そうですね。ここの、下の段差もないし。確かに。これね、囲まれシチュエーションが、ちょいきつ。今みたいなね、一発目の後、ちょっと外しちゃってとか、もそうですし、ね。さっき言ってた結構、弱みみたいな部分が今のところまだ出てる感じですね。こういうとこメインだけでね、射程で見れるから。これ強みっすよね。うん。メロンは多分さ、あんま矢倉乗ってなかったじゃん。乗んないですね。割と乗っちゃうんだよな。どうなんですかね。もう正解なのかどうかがちょっと若干わかんないですけど。割と乗りながらでも戦えんのと、触腕矢倉上からやると矢倉上に戻れるから、ああ、それは確かに強いですね。おお、あやるち思った。これ次の負担ないんだよね。ですね。そうそうそう、この死に方しちゃうと。そういう時に、スーパージャンプせずに、確実にキルを狙っていくやり方。うんうんうん。ここもしっかりしながら。これがね、落としづらいんだよね。おー、うまく1キルした。当たらん当たらん。当たらんって。今までね、結構ヘイトも買って防衛もしてっていうので、結構完璧なショックハンターの使い方かなって思いましたね。まあね、もうちょっと早めに切れて関門、守れてたら理想的だったのかな。うん。結構早めに保ってたと思うんだけど、伸ばしちゃったから。あ、これ、そこまで伸ばすとやれるんだよ。ああ。ジムワイパーの今の対物性能の高さと、出ましたね。でもあれさ、基本最速で打たれてると、間に合わないっすよね、確か。間に合わないね。乗れてない。でも、うまく、このタイミングで生存とかも結構できてるんで、このタイミングで、矢倉が進んでる感じですよね。ああ、惜しい。近く欲しくなっちゃったね、今。なんかペン、普通にねんだよ、この人。まあ、やっぱ初
正面一緒に行っちゃうよりは、味方の編成にもよるけど、うんうん。まあ、右からヘイト稼ぎ兼、まあ、怠慢もやれるしっていうところで、広げてる方が。捕まっちゃうな。おっと、だいぶ、これはちょっと、まずね。まずいね。1キル入って、ウルショが入ってくれると嬉しいけど。相手とかなんだよね、ボトルに爆風30入ってくれたら、落とせるんだけど、みたいなのが。おー、食腕だ。おー、避けた、ギリギリ。あれ、一角爆風でも1個だったら耐えれるから。なるほどな。そういうことか。食腕だのアーマーがね。うわー。いやー、強。まあ、ここは、アイテムうまかったか。いやー、進まなかったね、こっちがあんまり。そうですね。3、4回攻めあったけど、そのタイミングで、うまく相手に防衛されちゃって、で、かつ、あれでしたね、こっちの防衛の時に、1回目は良かったんですけど、まあ、ちょうどカウンター気味に進まれちゃって、まあ、1回につき1回関門突破されて、足りなかったって感じだね。まあ、いつも通りのギアでやりましょう。いつも通りのギアがゾンビ2.9と。これ最強だから。おー、最強のね。カウンバが下手だわ。うん、考えちゃう。エリアにやがら。でもヒューがいるね。おー、これはどうだろう。若干編成、かさりやすいですかね。まあ、ラピエルも怪しいとこではあるけど、さっきまでと比べれば、心配なのは、本当に塗りがなさそうっていう、もうお互い様ではあるけど、まあでも、若干こっちの方がね、こう、自由度が低いですね。そうか。今のところはうまくちょっと相手に刺されちゃってる感じですかね。それはやめて。うん、悪いですね、今のはだいぶ。噛み合いが。お、でも、なんだかいはできるか。こういう、噛み合い悪い時にもね、そこそこ、復活の速さでごまかせれるから。おー。あ、ゾンビもあって結構これ無理やり切ると思って。ここ伸ばしたい時間ではあったんだけど。おー、でも。うわただ、ー、いいね。おー、いい感じに今のはヘイトが行きましたね。メリア、取られたくもない瞬間だったから、お、うまく縦切りと、肩の弾が合わさって。ここの触腕だ。強いな。ここもしっかり当てて、あとは、生存しつつ、ヘイト稼いで終わりと。いやー、触アンダーの使い方がうまいっすね。これは良かったね。
打開はだいぶちょっと噛み合いとかもろもろありましたけど、一回打開してからのこの抑えで、しっかりこの食アンダーだったりとか、まあ食アンダーないタイミングでもメインでキル入れて、で復帰でも飛びでもキル入れてとかで、すごいめっちゃ有効キルが目立った試合でしたね。有効キルとヘイトがすごく。割とこういう立ち回りしてて、まあでも X マッチあんま安定しねえなって思ってるね。うん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 。味方の刺さりがいいね。いいですね。だいぶこれ多分ヘイトが生きてますよ。塗りが弱い分、やっぱり誰かがヘイトを持って、味方とかチーム全体でこうキルチャンスを作んないといけないんですけど、ここしっかり作れてますね。最近他の武器を使ってて思ったのがさ、はい。初動スペシャルスタートの方が割かしいいのかなっていう疑問がちょっとあるんだよね、今。割とメインで行って、まあ勝ったら勝ったでいいし、まあ負けてもそこまで悪くないだろうみたいなうんうん感じで動いてるんだけど、シューター目線のさ、はい。メロンが、その、味方初動何しててほしい？何しててほしい？死なないでくれれば割と何でももういい。それだけで。そうですね。なんか、僕は結構味方の動き見て合わせるってか、味方の動き見つつ、じゃあ、こういう動きしてるんだったら、こういう動きしたら刺さるな、みたいな感じのタイプなんで。あ、そうか。スペシャル使ってても、生存で塗り合いしてても、なるほどね。味方のヘイトをちゃんと活かせる感じなわけだ。そうですね。ジマイパーが味方来てとしたら、しててほしいのは、生存と、まあ、ワンキルですかね。あとは、敵を横に広げてほしいですね、結構。うわ、おおチョークワンダーがそんなこと話してたら刺さる。最強スペシャルだって、今。今のはね、うまく、右奥で相手をね、ヘイト稼いでから、直アンダーで裏取って、綺麗に2キル。片と挟み込んで奪回と。完璧な動きでしたけど。ここの抑えも、決して一つのポジションに陣取ってずっと打ち続けるわけじゃなくて、ちょっとずつ変えたりとかして、ちょっとずつキルを狙うっていうね、動きができてますね。うわ、ここも、直アンダーの爆風が、ちょっとずつ積み重なって。意外とね、回復入んなければ、このゲーム体力少ないから。どこまで行っても100ですからね。ね。エナスタとメインが強い編成で怪しい。うわー、惜しあい。今のはキルワンチャン入ったかと思ったけど、ギリギリ。最低なスタ復帰っていうのもあって若干塗りが強いけど、すごいの置いてあったね。あのスペース最強ですからね。あれやばいね。ここでも復帰の速さがだいぶいきそうですね。ここで復帰が早いから、うまく打開に持っていきやすい。ここもどっちもね、しっかり球入れて。偉い。
もう一度打開か。必戦の反応がいいね、今の。こっち言ってたのに。しっかり見てきますね。お、スピード入った。うお、確保。爆速で入りすぎなんだ。さあ、ここは、外しちゃっいいた感じにキラー入っちゃったけど、こっちも入れられちゃったと。今のはどうでしたか？いやー、まあ、相手のスペシャル強いなって感じはあるけどよ。エナスタウムとボトル入りだったりとかで、うんうんうん。だいぶ、やっぱできることしたけど、うんその正面あんまやっぱ立てないから、相手編成的に。うんうんうん。マップ的なスロッシャーの強さとエナスタの有無で、最後カウント負けたなって感じだね。なるほど。逆にどうしたらよかったと思う？まあ、打開でちょっと右死にすぎたんで、もうちょい生存して、まあ途中であったカウント上げすぎか。ちょっと途中であった右裏から食アンダーで、打開みたいなのをもうちょい増やしてもよかったかなって感じでしたね。まあちゃんと打開スペシャル貯めて、そうですね。中央に圧はかけつつ、もうちょいゆっくり丁寧にやってもよかったかなって感じでしたね。もう、そんなこと言ったらもう結構打開盤面に入ってますけど、相手は珍しくジェッパジェッパですね。あんまね、そんなにいつも数はいないスペシャルだけど。今回は珍しく2枚。さあ、ここでうまく縦振りが最大射程で入って、ここの打開で、食アンダーの爆風がしっかり刺さって、敵を惑わしていく。イカ研究員さん激推しの食案の付け方だから、これがね丼に、こう、丼にね、丼に飛んだ瞬間、誰も見なくなった後にね、こう下に飛んでくるって、この食アンダーが、いい刺さり方したなと。ここはちょっと維持したかったけど、相手のスペシャルが、ジェットパックが強い。ああ、この盤面。ねおー、ギリギリ避けて、ダメか今の。ギリギリ入らない。ここは相手がうまくて、結構また、きつい盤面ではあるが。さあ、ディスが入っちゃったが、まだあるね、まだ。このサメライドで、エリアが、あうわきつい。まあ、いい感じに打開入ったりはしたんですけど、やっぱ抑えで、前側がやっぱね、あんまやることないね。ああ、なるほど。正面坂にいられちゃうから、うんうんうん。あそこね、崩すのマジきついんだよな。まあ、結構編成相性悪べなこと多いっすね。だいぶ。これはまだいけたな。こっち側がなんか別にエリア取るのそんな困んないから敵倒してくれる編成だったら、うんうんうん。こういうのが塗りに来ましたみたいな時きついんだよな。どうしようってなる。味方が。まあ、やっぱりそういう時は有効キル入れ続けるのがやっぱ正解なんで、なるべく死なないようにっていうのがやっぱ
どうしても。いや、マジ無理よ。俺も攻略。略にデスを組み込んでるからさ。ちょっとね、またギア変えて、加速多めのね、ギアにしたんで、さっきよりね、また、キル入れやすく、かつね、こう、有効キル入れられて立ち回りもしやすい立ち回りにはギアにはなったかなと思いますけど、初動はまず勝ちと。とりあえずね。編成性が今回ね、すごい編成なんすで。ごいけどな。最低、若干ミスったが、これ。マジでガチワの勝ち方教えてほしいよ。シンプルで。ガチマッチ強くなると、うん。本番弱くなりますよ。攻略にデス入れないですから。なるほどね。まあ、知識として、持っときたいなは、まあもう確かにね。あるね。カメライド2枚なのでね、だいぶ打開が、この食アンダーが、バリアの耐久も削って、味方がなるべく、だいぶ優勢になるように、食アンダー使えましたね。ナイス食アンダー。ここで、ガチワでさ、まあなんか、はい生存よりやるじゃん。はい。味方がさ、なんか早く死にすぎちゃうみたいな時ってどうすんの？まあ、耐えてで。あえて耐えての時もあれば、うん大体のステージ、この、なんて言うんでしょうね、こう横から裏させるみたいなのがあるんで、こういうのを入れますかね。なるほどね。このステージだったら右が一番刺さりやすいですかね。右裏とかなんや。うん、右裏が一番自分が死なずに刺さりやすい。ああ、まあ左思いっきり向き合って対面してって感じだもんな。そう。必要なこと多いんですけど、左側も。死ぬことが多いんで、キャリーする立ち回りみたいな時にはあんまり左は使わないですね。なるほどね。まあ、厚掛けって感じなのか、こっち側は。そうなんですよ。ジマイパーも結局、結構厚掛けの面が大きいじゃないですか、左っていうのは。ギリギリ。惜しい。すーごい、この部屋。サメライドが、バリアが、スペシャルが飛び回る。飛び回る、飛び交う、このね、部屋。当たりました今。そう、ここでしっかり落ち着いてね、70あっていく。うおー、バケツ2つのね、コンボが効いたが、わー、すごい。あー、カウントがね、こう、すごいもう。ぐっちゃぐちゃですね。俺関係なくないか、この部屋。いや、まあでもね、打開のショックワンダーのヘイトガイだったりとか、やっぱヘイトガイとかがないと結局、サメライドも吐けるところまで行きませんからね。うわー、今落としたかったな。あ。まずくない？デスが入ったが、ここからがこの編成の強さ。打開に入られても、このサメライドとこのショックワンダーでうまく、サメライドにヘイトが寄ったところをうまくこのショックワンダーで刺す。
サメうまかったわ。こりゃ、サメが多い方が勝ったっていう感じがあるのかな。いやでもね、食ワンダーの使い方やっぱり今回すごく良かったんじゃないですか。うん。いや、今回良かったわ。いや、今回良かったですね、この試合。いや、でもやっぱゾンビじゃないんだろうな、ガチマな。まあ理想はゾンビじゃないっすね、やっぱり。ゾンビじゃないなは最近思ってた。ゾンビやるんだったら、結構ドライブワイパーとか熱いなっていう雰囲気ある。うんうんうんこの枠でゾンビやってるとさ、その相手の注射定枠がちゃんと強かった時に、やっぱ不利だなっていうのは。来た。うん。お、ここ勝って、終わろあ、意外で、はい、抽選行きましょう。おー、あいつの車線通し方がうまい。う。初動死ぬなって話だよね。まあ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 。うまくキル入ったが、トレード。相手維持が強い2人が残ったが、ここで打開できるか。触腕の圧もあって相手は引いて、うまく入れは取れた。ここから、キルが入って、少ない食腕増やしていくべきなんだろうな。そうですね、リスクなく、でも、相手を徐々に引かせる。まあ、ラインがね、やっぱ大事ですから。うっさ。あって感じですね。強っ。二人連れてかれたお風呂に。ここをギリギリ維持ができない惜しい。サムライドが。うお、なるほどね。ウルトラショット。うまいね。いや、売ってるボトルに行っちゃったな、今な。さあ、ここの抑え、ペナルティが少なくなってきたところ。確保うまいな。スピーカーあんま積んでないっぽいのに。3本とうまく合わせて相手取ってきてるか。ターン維持はできてるから、言うても攻め状況は変わらないと。このね、抑えを大事に大事にグッて使っていきたい。いや、下出ちゃうのが微妙かな、このスペ。理想はやっぱ敵高取り切ることですよね。まあ、正面高行きたいよね。あー、ペナルティが少なくなってきたか。ここで裏取り。腕が取れて。金元処理して。お風呂にも、ここで、カリー、カバーもありつつ、ここの抑え。大事か。
ここでキルが入ったが、後ろが死んでしまってる。70は入れたものの。うわミスっちゃった。ウルシュとロングがうまく噛み合って。ここはカウントが足りないか。この前強かった相手。うん。相手もうまかったですね。うん。だけど打開でやっぱりキルがね、かなり、直アンダーのキルがやっぱうまいっすね。まあ、やっぱ、真面目に動いてるボトル触れないね。本当に。まあ、そうですね。まあ、そこは、ボトルがきついっていうこのジムの、普通にね、こう弱点みたいなね、部分ですね。まあそうだね。そんな感じでね、実践編だったけど。いやー、直アンダーの使い方がやっぱうまいっすね。やっぱ、ジム使いじゃない人というか、こう直アンダー普段使ってない人の直アンダーってやっぱ狩られがちだったりとか、狩られなくても、どうしてもなんかワンチャンを取るっていう動きになっちゃって、こう、うまくキル入れながら帰るみたいな動きっていうのがやっぱできないと思うんですけど、うまくこの直アンダーをヘイトに使ったりとか、こうキルを入れるっていう動きだったりとか、爆風の使い方、この直アンダーの。そういうのがやっぱすごい上手かったなと思いますね。ありがとうございます。まあ、触腕楽しいポイントだしね、この武器の。ですね。直アンダーと合わせてのこのね、こうキャラコンの楽しさみたいなものとかね。キャラコンが生きる。まあ相当あるね。まあ、まだ伸びるだろうしね、直アンダー。うん。あと新しく作ってくれるステージ、だいたい貼り付ける場所多かったりね。ですね。そう。最近のステージ逆に、そこも判定あんのみたいな。ステージ外の横の壁とかさ。ありますね。そうそうそう。やっぱ面白くなるように作ってくれてるなって部分はあるね。いや、やっぱ面白いですからね。このジムワイパーっていう武器はね、使ってるとやっぱ楽しいですからね。いや、楽しいね。使う側はとても楽しい武器。まあね、ということでね、これからもね、どこよりも深い攻略をお届けしていきますので、チャンネル登録、高評価、コメントの方ね、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございましありがた。とうございました。